人間は14日間飯を食わなくても生きていけるらしい。14日を超えると話は変わる。今回挑戦するのは1ヶ月。俺は正直舐めていた。生きるって。1日目、火を起こせず極寒の中で徹夜したマサル。皆さんはご存知だろうか。夜の山はたくさんの動物の鳴き声が聞こえることを。鹿が鳴いてんな。なんであんな鳴いてんだろう。絶対鹿食べてやろう。だいぶ近くにいない。やっと夜が明けてきた。はい、というわけで2日目です。昨日火をつけられなかったんで、凍えることはね、分かりきってたんですけども、最低気温5度。結局ね、全然寝れず、本当に寒い。寒すぎて頭痛くて気持ち悪いですね。怖いのは寝不足だけではありません。低体温症は一度発症してしまうと、判断が鈍り、当たり前のことですら間違えてしまいます。マサルにも初期症状が起き始めている。今日中に火をつけられなければ、著しく生存率は下がります。実は少しだけ寝落ちしてしまったんですけど、激しい頭痛と吐き気、体が芯まで冷え続けていく感覚は容易に死を連想させました。朝が来るのをね、本当に待ちわびました。今回30日生き残ることが目標なんでね、無駄にスタートダッシュかまして頑張ってもしゃあないんで、体力温存しつつ頑張っていこうということでですね、朝露が想像以上にすごくて、こんだけ木が湿ったら絶対火がつかないんで、12時1時ぐらいまで寝ます。正直これはかなりまずい状況です。活動が難しくなる夜が13時間、そしてマサルは7時間睡眠に当てることにしました。作業できるのはたった4時間しかありません。火がつけられなかったしわ寄せが徐々に来ています。でも木が乾いたタイミングでね、火をバッと起こして、そっからが俺のサバイバルのスタートや。ちょっとね、どんぐらい撮影がすごいのか三脚見てほしい。これすごくない？全部水滴ですよ。もうこれは火つかないよ。カメラももうすぐ湿気るわ。これやっと日が出てきたけどだいぶ寒いな。どうすればいいんだろうな。もうどうしようもないな。きつい。とにかく今回分かったことは、日が暮れたらすぐにね、もう全てが湿り出すっていうことが分かりました。日が出てるうちにね、つけとけばね、絶対ついてたんだけどね。悔しいな。みんなね、遭難した時は気をつけよう。で、今日はね、寝ないとね、体調崩しやすいんで、1時ぐらいまでね、しっかり6時間ぐらい寝て、今日は目標があります。まず1つ、火を起こすこと。2つ目はね、朝露をしのげる場所を作る。そして3つ目、薪割りをして、いっぱい薪を集めます。で、4つ目、昨日の夜ね、甘い柿を見つけたんで、甘い柿を餌に罠を仕掛けてみようと思う。あれ以外になんか普通に食えそうなものなかったからね。箱罠っていうのを仕掛けるんだけど、ここら辺にいるやつだと、アナグマかアライグマが美味しいらしい。あいつらどうせ柿好きでしょ。今んとこ何にも食べてないから、めっちゃ腹減ってるし、仕掛けつつ、飯食いましょう。結構サバイバル動画出すと、バッテリーどうしてんの？やらせでしょみたいなこと言われるんですけど、はい、毎回これです。そしたらね、このバッテリーを充電して寝ます。今回機材が多いんで 23% も減ってますね。こういうことですよ。はい、ということでね、4時間ぐらい寝て、12時になったんですけども、日が入ってるところで寝てたんですけど、もう火がつかない原因分かったわ。分かりづらいんだけど、あっちに太陽あるんだよね。ここにね、山があって、こんな感じでずっと山陰になってまして、あそこです。火起こしをしようとしてるところ。もうね、無理よ。ここのものはね、全部べちゃべちゃ。もう他ずっとべちゃべちゃです。マサルが選んだのはこんな感じの場所。川が近いため、湿度は非常に高く、常に日陰なため、落ちてるものが乾くことはない。これはね、火打ち石じゃ無理。多分ね、マッチとかライターでも無理。あっちの方ですね。日が当たってるところはね、多分木がね、どんどん乾いていってるんですよ。ほらほら、こういう葉っぱとかもね、まだ乾いてないな。あと2時間寝るか。ほらほら、これとかね、乾いてる。くしゃってなる。この辺のね、北地に火をつけた後にこういう細い木の棒にね、火をつけていくんですけど、あっちの乾いてないから無理だわ。いずれにせよね、これも若干しけってるわ。2時、3時ぐらいまで待って、そっから火起こしだな。はい、というわけで3時まで待ちました。もうダメですね。べっちゃべちゃです。そしたらね、薪を拾いに行きます。正直ね、冬生に1日野ざらしは想像以上にきついね。体にダメージが入ってる。もう2日目の3時だけど、今のところ何もできてない。もう無理しても何もいいことないっていうのはね、一回倒れて学んでるんでね、無理せずに、とりあえず薪拾いに行って、火を起こして、柿を食おう。よっしゃ行こう。この辺のね、さっきまで日向だった場所の木。いい感じに乾いてる。けど、日陰になってから、いい感じに乾いてると思ったけど、そんな乾いてないな。日陰になったら、また湿り出すなんてパターンある。ちょっと待って、知識がなさすぎる。くそ。そのまさかのまさか、夜にならなくても日陰になるだけで、梅雨は降りてくるのだ。なんて過酷な環境なんだ。
隣に川流れてるから閉めるとかあんのかな。こんなに閉めるってなかなかないよ。さっきまでめちゃくちゃ日向だったところ、枯れ葉の方が分かりやすい。湿ってんなこれ。乾燥してたらポテチみたいにねパリってなるはずだからね。これやべえぞ。日向まで行かなきゃ。うわー、また 300m ぐらい歩かなきゃじゃん。そもそも今回の場所、日向になる場所があまりにも少なすぎる。そろそろ水飲みたいしな。自分の疲労度とかしっかり考えながらやんないとね。さて、誰も住んでない建物が見えてきました。この距離で人が住んでても嫌だけどね。あ、湿ってんな。ダメだ。こんなすぐ閉めるの？ここさっきまで晴れてたんだけど。うわー、確かに土湿ってんな、ここ。マジか。えぐいな、これ。これサバイバル環境として結構、いつもと違いすぎて、えぐいぞ。お、舗装された道に来たな。歩きやすい。ここまで来たら結構乾燥してそうに見えるが、どうだろう。もう触ってみないとわかんないからな。全然ちゃう。乾燥してる。ありがてえ。バケツに入れていこう。本当は今日海まで歩いて行きたかったんだけどね。塩を作りたいんだよ。塩があるとね、いろんなものができますからね。こんぐらいの太い木にね、数本着火さえできれば、少しぐらい湿ってても火が絶えることはないですからね。500m ぐらい歩いてね、バス停まで来ました。趣深すぎでしょ、これ。キンチョールがここに広告打ちたいってなるぐらいさ、栄えてたってことでしょ。もう今じゃ誰が見るんだよ、ここって感じじゃない。しかもキンチョール、これ、昭和デザインじゃない？ちなみにバスは来ません。ほら、バス停がある。ほら、バス停なんだよ。このね、アバウトな感じ。普通だったら午後2時5分とかなるけど、2時頃ってね。このアバウトな感じもいいよね。ここまで潰れてるバス停もなかなか見ない。椅子もなくなってるもんな。そんな朽ちる椅子って。これ椅子ですよ。座ったら穴開くんだろうな。怒られそうだからやめとこう。よし、やっと日向まで来た。ここら辺のは乾いてるでしょ。あ、いいね。うわ、バッタがいる。今回初めての虫じゃん。虫が全然いないんだよな。あ、やばい。めっちゃ乾いてる。乾いてるだけでこんだけ感動できるなんて。てか、いろんなさ、罰ゲームとかあるけどさ、冬の山に野ざらし罰ゲームがもしあったらさ、多分炎上するよね。それはやりすぎ。どんな罰ゲームよりもきついことを自主的に進んでやってるってね。まあ生きるって大変ですな。お、いい感じの杉の木がある。これいいね、これ。これに火がつけば勝ちよ。おー、乾燥してる。いいね。この辺のでかいやつもね、持って帰りたいけど、500m 歩いて持って帰るのはハードだね。こういう枯葉とかもね、火つきやすいんで、枯葉とかも持って帰りましょう。上積みだけね。下の方はまだ全然乾いてないわ。夜起きて昼寝行ったらマジ取れ高がなんもねえ。はい、というわけで、こんぐらいあればね、火つきます。やっと戻ってきた。やっと戻ってきたぜー。やっとね、戻ってきました。拠点を変えるっていうのもね、一つ手なんですけど、とりあえず火を起こしましょう。さて、マサルは火を起こし、最高の門出を迎えることはできるのか。湿りすぎじゃない？このマシェットも。これ全部梅雨ですからね。なんでマシってなんなんじゃ俺。湿らんように石の上置いとこう。よっしゃ、これほどいでいきますよ。ただね、結構乾燥したところで火起こししてしまうと、火事が怖いんだよね、火事。火事に怯えながら生きるぐらいであれば、この湿ったところで行きたいと。で、これ三つ編みをほぐしたら、さらにね、こいつをほぐしていきます。結構火打ち石強力なんでね、ちょっとほぐして繊維状にするぐらいで大丈夫だと思います。それより締めるのが怖い。さて、麻紐の綿がね、完成しました。もうこれチートなんですけど、もう枯れ枝とかにつけるんじゃない。麻紐につける。もう全部解いちゃおう。ここに置く。で、ここに着火させる。で、その後にこの小枝たちに火をつけていく。しゃー。絶対に火を起こしてやる。なんとしても火をつけたい。一日中やっても失敗してしまった火起こし。これでつかなければ1ヶ月火なしでの生活になる。果たしてつけることはできるのか。なんとしても火をつけたい。お、やべ、一瞬じゃん。よし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 。一瞬じゃないか。マジか。なになになに。今ついたでしょ。最悪な事態が頭をよぎる。よく見てみれば地面はびちゃびちゃ。火をついてくれ。よし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 。つけつけつけ。ついたついた。よしよしよし。やっとや。長っ。やっと来た。やっと来た。やっと来た。嬉しい。嬉しい。火起こしってこんなに嬉しかったん？やばいやばい。
火打ち石が燃えるとこあった。てか石どこ行った？石が消えた。やばい。でこのでかいやつに火がつくようにこの上に置いとこう。この昨日収穫したねこの湿ってる木たちも上に置いて乾かしていこう。よしよしよし。うわーいいね。いい門出じゃん。あったあった。いや、やけどしてもいいから取り出そう。よしよしよし。いやーあったぞ。よかったよかった。危ねえ。やばい。火起こしただけだけどめっちゃ嬉しい。これ今日ここで寝れるわ。嬉しい。よっしゃー。嬉しい。これで熊にも怯えずに生きていけるからね。安堵したらめっちゃ喉乾いてきたわ。柿取りに行ってね、柿食べよう。柿で水分補給しよう。一旦昨日の夜笹を探しに歩いたところ行けば柿がありますから、柿を取りに行くんですけど、その前にね、これバケツが汚いんでバケツ洗いましょう。柿なんてさ、正直常温で腐るもんじゃないから 7,8 個取ってこようかな。あんまり拠点の周りにさ、食べ物落ちすぎるの危なくない？熊とかイノシシがさ来る可能性あるじゃん。よし、じゃあ川の水でバケツ洗っときましょう。これもね超綺麗な水なんですけど、この山にはねキツネがいるからね、エキノコックスになるのはねさすがにシャレにならんから火を通して飲もう。北海道以外はエキノコックスを持っている個体は少ないと言われているが、用心するに越したことはない。いずれにしろ鹿の糞にもサルモネラやカンピロバクターが含まれており、雨で溶けたクソが川に流れ込みますからね。川の水はね一口飲むぐらいだったら大丈夫なんだけどね。こうやってさ歩いてるとさ、こういうとこね明らかに動物が利用してる道があって、これ何なんだろうな。鹿だったらねもうちょっとでスマートに登るはずなんで、おそらくイノシシなんだよね。ここにくくるようなかけようかな明日。さすがに木が遠いか。イノシシねこだわる理由はいくつかあるんですけど、なんといってもね豚の先祖ですからね。あいつ豚骨スープが作れるんですよ、あいつを取れば。で実際にイノシシでラーメン作ってるお店もあるぐらいで、豚骨スープがさできればさ、このサバイバル最高じゃない？よっしゃ、柿の木も見えてきた。めっちゃ柿の木あるじゃん。よくここ夜通ったな。案外取りづらい場所にあるな。どうしようかな。こんだけさ柿がさ熟れてるやつがいっぱいあって、下にさ落ちてる柿がないんだよね。ってことは落ちた柿はもう根こそぎ何かの動物が食べてるっていうことだと思うんだよね。でしかもここにもさ何らかの動物が利用してる道があるんだよね。ここに柿置いて仕掛けようかな。でも届くかなあれ。絶妙だな。こういう時身長が2メーターある人とか羨ましく思うわ。怖っ。ちょっと足元やばいって。届くか。うわー落ちた。最悪や。川に落ちた。まあいいや、3つは取れたぞ。3つは。よっしゃ。久しぶりの飯や。もう3つでいいや。危ないし。やったー。柿3つゲット。これ甘いやつじゃん。ちょっと待てよ。これイノシシが掘った跡もあるじゃん。はい、これもね、ずっとマサルが間違ってるんですけども、鹿やイノシシが体温調整などを目的に、こんな感じで泥水に体をこすりつけるんですね。いずれにせよ、イノシシの痕跡も鹿の痕跡も大量にありますね。てか、イノシシってこんな急なところ登ってこれるの？信じられないんだけど。てか、ここマジイノシシの足跡多いな。ただ分かりきってることがあって、ここにくくるような仕掛けて、イノシシがかかったとして、崖落ちていって、イノシシは足がちぎれてボキボキになる未来しか見えなくて。はい、ここでくくり穴の説明をしておきます。今回俺が使ってるのはこれ。で、この丸いところを踏むとギュッと締まると。で、仕掛けにかかった動物は全力で逃げようとしますから、頑丈な木にくくりつけて逃げられないようにするんですね。そう、逆に言うと木がない場所には仕掛けられないんですよ。それでマサルは、ここは仕掛けられるかなとかずっと言ってるわけですね。じゃあワイヤー長くして遠くの木に結べばいいだけじゃんって思うじゃないですか。でもね、動物を動ける範囲を広くすると暴れに暴れて締めれないんですよね。ちょっと雑な AI で申し訳ないんですけど、こういう場所で仕掛けてしまうと崖から落ちて捕獲できないので、ここは微妙ですね。それか仕掛けやすそうな杉の林まで持っていくのがねいいかも。ちょっと下見しとくか。この辺さ普通に背の高い草がずっと生えてて、歩く場所こうやって通り抜けること厳しいのに、こうやってね道ができてるんだよね。これが多分イノシシの通り道なんだよ。どっち行ってんだろうねあいつら。あっちっぽいけどな。こら辺も通ってそうなんだけどな。ここに仕掛けるのはもう本当に運ゲーになるね。完全にイノシシがどこに足を置くかなんて分かんないもん。ここにもね形跡がありますね。これ鹿がね角研いでるとこですね。鹿やりたい放題だな。せっかくこんな杉が植えられてるのにさ、これ多分鹿が食べてるんだよ。ほら枯れてる。
鹿は餌がなくなると木の表面だけを食べます。その結果木は枯れ、林業に莫大な損失額を与えるのです。可愛いから殺すなとか、そういうことを言ってる人は、今一度この問題について考えてほしい。はい、ということで、今回のサバイバル初食材、柿です。ゲッター。はい、そして今回のサバイバルの恐ろしさにだんだん気づいてきました。昨日の昼2時ぐらいから始めたんで、1日ちょっとぶりの飯ですね。もう普段バカみたいに食いまくってるから超お腹空いてます。はい、嬉しいわ。じゃあ柿を剥いていこうか。てかまな板持ってきてもよかったんだけど、まな板普通にないわ。丸太をまな板にしていく。睡眠用の丸太ですね。でもなんか柿ってさ、硬い方が甘くない？うわー、硬いね。こんなリンゴみたいにクシャってなることある？売れてなかった？ちょっと食べてみよう。めっちゃ渋い。今めちゃめちゃ腹減ってるんだけど、これ売れてないわ。渋。マジ？なんだよこれ。渋いじゃないの。甘いんだよな。渋さって甘さの後に来るんや。渋い。うわ、これやばいわ。これはね、箱罠の仕掛けに使いましょう。食えたもんじゃない。二口でリタイア。ちょっとね、今回のね、サバイバルのきつさにちょっと気づいてきました。ちょっと見てこの髪。10日間風呂に入ってない人の髪してない？やばくないこれ。乾かないんだよね。汗かいて、で、これ梅雨が降りてきて、一生髪が乾くことがない。普通に1週間ぐらい風呂入んなくても、全然平気なんだけど、頭がね、異次元に痒い。どうしたらいいんだこれは。飯を1日食ったのは全然いいんだけど。なんだこれ。全身水虫になりそう。あげるこれ。マジで。昔の人はようこんな中で生きとったな。すごいわ。よし、じゃあね、仕掛けに行こう。仕掛ける場所はですね、柿の木の下にしようと思います。どこの柿の木に行ってもね、柿の木の下に柿が落ちてないわけよ。昼間にね、一匹も動物見てないんで、多分夜行性なんだよね、みんな。夜になって、今日も柿落ちてないかなって見に来てる動物が絶対にいるはずなんで、柿の木の下に置きましょう。これはもう取り放題なんじゃない？はい、ということで来ました。柿の木の下です。五光に照らされて、神々しくなってる。はい、柿がね、しっかりなってますね。これがね、柿の木なんですけど、ちょっとね、背が高くて映らないわ。この木の下にね、置いとけば、何らかの生物がかかるはず。今回使用するのはですね、こちらです。箱罠ですね。これで取れる可能性があるのは、タヌキ、キツネ、アナグマ、アライグマ、ノウサギ、猫、犬ぐらいですね。はい。衝撃でしょ？法律的には猫も犬も狩猟して OK なんだよね。ただ、猫とか犬はね、法律的には物扱いなんで、誰かの所有物であった場合、誰かの所有物を壊したっていうね、別の罪に問われるんで、基本的に、猫とか犬が入っても、それを殺す人はマジでいないです。めちゃくちゃめんどくさいことになるんでね。でも猫は食いたくないな。ちなみにノウサギ以外食べたことなくて、アナグマとアライグマがね、美味しいらしいんで、そいつら勝ったらいいよね。とりあえず仕掛けていこう。ウサギとか柿食べないでしょ？知らんけど。アライグマとか食べそうだからさ、アライグマ狙いだね。仕掛けは非常に簡単ですね。こうするだけ。はい、オッケー。はい、こんな感じですね。買いづらいんですけど、こっからね、入り口になってまして、こっから動物が入っていきますと。こうやって。で、この板をね、踏みますと、ドンと。こうやって入り口が閉じる。で、これで生き物が捕まえれますよと。そういう仕掛けですね。はい、そしたらね、動物が入りやすいように、すぐ木の下に入り口が来るような形で、こうやって置いときましょう。こんな感じで。で、この食べかけの柿。これをね、奥に投げときましょう。よいしょ。はい、そしたらこんな感じで仕掛けていきます。はい、それではですね、今回柿がね、無限にあるんで、正直、余裕すぎるなって思ってたんですけど、全部渋いっていうことが分かったんで、干し柿を作るのもやっていこうと思うんですけど、ちょっと今回、しっかり動物捕獲しないと、ガチで飢える可能性があるんで、本気でかかってほしいな。食べ物もそうだし、火がなくて寝れなかったせいで、2日間ね、時間ロスしてるんで、やること目白押しですね。今日夜ね、しっかりと寝て、雨を防げる場所をすぐに作らなきゃいけないのと、最低でも1日500キロカロリーぐらい食べれる何かを確保する必要がある。ちょっとこの箱罠もかかんないようだったら、栗罠もね、しっかり仕掛けていきたいんですけども、まずは雨宿りできる場所を作る。これがね、一番第一優先。そして、塩を取りに行く。これがね、次に優先順位ですね。そしてね、もう何千匹と魚を殺してきている私ではございますが、ちょっとね、動物を一人で殺める経験はね、初めてなんで、ちょっと緊張してます。さすがにね、動画出したらバンされそうなんで、メンバーシップでしか出せないとは思うんですけど、動物って全部可愛い顔してんだよな。アナグマもアライグマも、キツネもタヌキも可愛いからな。本当にみんなと同じぐらい、動物殺すのに今抵抗があって、食べるっていうことは命をいただいてることなんだからみたいなことをね、よくね、言われますけども、そんなことは、俺も分かってるんだけど、初めて殺めるんで、かかってほしいような、かかってほしくないような、そんな感じですね。明日獲物がかかってたとして、どうやって殺すか問題があって、俺はナイフでここ、心臓の動脈をブスって切って締める予定で、この頸動脈切ったりしてもいいんだけど、意外と
血管って硬くて、ちょっとやそっとね、こうやってシュッて当てたぐらいじゃ意外と切れなくて、心臓を狙うんですけども、こんだけ皮があるんだから、箱ごと水に沈めて窒息死させるっていう方法もあるんだよね。で、どっちが苦しくないんやろうなって今考えてたんだけど、絶対どっちも苦しいよな。最後までご視聴いただきありがとうございます。サバイバル動画はですね、マグロジャーキーとお酒、この3つが揃って完成します。ながらみじゃなくって、最高のつまみ食べながら、優雅に見てもらいたいなって思いながら作った動画ですので、ぜひね、みんなね、試してほしい。で、今ですね、Day3、Day4 もね、ガンガン編集しておりますのでね、今ね、購入しないと Day3 の公開日に間に合わない可能性があるんで、ぜひね、今すぐ購入ボタンをクリックして、3日目の動画を楽しみに待っておいてください。ということで、それでは、